今日はサクサクホクホクのフライドポテトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はサクサクホクホクなフライドポテトを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、ベーシックなフライドポテトをね、作っていきたいと思います。じゃがいもの甘みを引き出して、かつサクサクでホクホクに仕上げるコツをご紹介していきたいと思います。作り方はすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、片栗粉、薄力粉、顆粒コンソメ、胡椒、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。今回はこちらのね、材料で作っていきます。で、じゃがいもはね、重さで言うとだいたい 300g 前後用意してください。今回ね、味付けをコンソメでするんですが、これは塩を使っていただいても OK です。それでは早速こちらの材料で作っていきます。まずじゃがいもを切っていきます。じゃがいもはですね、今回ね、皮を剥いていきたいなと思うんですが、こちら皮付きのまま作っていただいてもどちらでも OK です。じゃあね、ちょっと皮を剥きます。で、芽もあったら取り除きます。はい、OK です。それでは続いて 7mm から 1cm 幅に切っていきます。まあ、お好みのね、太さに切っていただいて OK です。はい、このように切ります。で、ちょっと分かりやすいように真ん中の部分を切っていきます。で、そしたらあとは同じぐらいのね、7mm から 1cm 幅に切っていきます。切ったものに関してはこのように水に浸してください。で、このね、水に浸す理由もいろいろあるので、そちらは後ほど説明していきます。はい、では同じように切っていきましょう。このようにね、じゃがいもを切ってください。お水にさらす理由なんですけれども、まず変色を防ぐこと、そしてじゃがいものアク抜きですね。そうすることでね、じゃがいものえぐみとか苦みになる元を取り除くことができます。あとはね、こうやって水に浸すとじゃがいものね、余分なでんぷんを取り除くことができます。そうすることで揚げ上がりもですね、ベタつかずにサクサクっとした食感を楽しむことができます。ではこのまま10分水にさらしていきます。ではこういったボウルにポリ袋をセットします。で、ここに片栗粉、そして薄力粉、胡椒、で、あとは顆粒のコンソメです。で、まずね、これだけシャカシャカして粉類を混ぜます。で、先ほどもね、材料説明の時に言ったんですけど、今回ね、コンソメ味にしていきますが、こちらは塩を使っていただいても大丈夫ですし、あとはお好みでね、ガーリックパウダーとか入れていただいても美味しいかなと思います。ちょっと辛めにしたい時はチリパウダーなどを入れてみてください。はい、これでカリカリの衣の粉は OK です。はい、10分経ちました。それでは一度こちらの水を切ります。はい、で、一度ね、さっと水洗いしてください。このじゃがいもの水を切ります。ここでね、水分がついてると油で揚げた時に油が跳ねやすくなったりとか、あとはね、カラッと揚がりにくくなります。で、このように広げて、また上からキッチンペーパーをかぶせてしっかりとね、水分を取りましょう。このようにね、表面の水分がなくなったぐらいで OK です。それではこちらのね、ポリ袋の中に水分を拭き取ったじゃがいもを入れていきます。で、袋の口を閉じて、そしてシャカシャカします。で、このようにじゃがいも全体にまんべんなく粉をまぶしましょう。このようにまぶせれば OK です。それではね、フライパンで揚げていきます。で、このね、粉をまぶしたこちらのじゃがいもを油を入れていないフライパンの中に入れます。で、この時ね、ちょっと粉をはたいて入れてください。で、フライドポテトを揚げる時は冷たい油からね、揚げていきます。そうすることでじゃがいもの甘みが引き立ってお芋もね、カリッとした仕上がりになります。で、そしたらまず一度こうフライドポテトをね、こう広げていただいて、で、あとはここに油を入れます。まあ、半分ぐらい浸る程度でいいかな。だいたいフライパンの底から 1cm ぐらいの油を入れてください。で、この状態で火にかけます。火加減中火ぐらいで OK です。で、ちょっとね、じゃがいもをずらして、
でこのままねだいたい10分弱ぐらいですね揚げていきます。こうやってね低温の油から揚げていくことでじゃがいもの甘みが引き立ってかつホクホクっとして、そして外側もカリッとしたフライドポテトに仕上がります。ではねこのまま揚げていきます。火加減はこのぐらいです。はい、今ね5分経ちました。で5分経ったら一度この箸を使ってこの端っこに寄せます。で少しねこのじゃがいもを空気に触れさせてください。そうすることでカリッとした仕上がりになりやすくなります。20秒から30秒ぐらいかな。このように空気に触れさせたらまた油に戻します。はい、で5分ぐらい経ったらこれをね1分おきにやってみてください。はい、でまた1分経ったのでポテトを一度端に寄せてちょっと油から出すイメージですね。空気に触れさせてください。でこのまま 2,30 秒ですね待ちます。でまた戻します。でまたひたひたにポテトをつけて揚げていきましょう。で今9分経ちました。そしたらもう一度ねこうやって空気に触れさせて戻して、で最後はですねちょっと火を強めてください。少しね高めの油の温度でカリッと揚げていきます。わあ美味しそうですね。もうかなりねカリカリっと仕上がってます。箸でこうやって動かした時にカリカリっとした音が鳴ります。そのぐらいになったら OK です。火を止めます。そして取り出しましょう。もうカリッカリです。はい、揚げ上がりました。揺らした時にシャカシャカシャカっと音がするぐらいですね。このくらいカリッとして揚げ色もねこんな感じでついていただければ OK です。はい、これでサクサクホクホクのフライドポテトの完成です。美味しそうに仕上がりました。表面はサクサク、中はホクホクなフライドポテトに仕上がりました。表面はサクッと仕上がってます。はい、そして中身はホクホクに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。外側がサックサクで中がホクホクしてとても美味しいです。ちょっとこれは止まらなくなりますね。ポテトの厚みによってね食感が変わるのでそれも楽しんでいただけると思います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のフライドポテトのポイントです。まずじゃがいもに関してなんですけれども、フライドポテトを作るときはホクホク系の男爵芋がおすすめです。そうするとねとても外側がサクッとして中がホクホクっとした美味しいフライドポテトに仕上がります。で今回はですねじゃがいもの皮を剥いて切りました。でこれはですねお好みで皮付きのままがお好きな方は皮付きで作っていただいても OK です。でその時はねきちんとじゃがいもの皮を洗ってから切るようにしてください。じゃがいもを切る厚さに関してなんですけれども、今回私はですねだいたい1センチ角ぐらいの太さで切りました。これをですね 5mm、7mm ぐらいで切っていただくともっとねカリッとした感じを楽しめるフライドポテトになります。なのでお好みの太さで切っていただいて OK です。その後ですねじゃがいもは水にさらしてください。でこのね水にさらす理由っていうのはいろいろあるんですけれども、まずアク抜きをすること。そうするとじゃがいもの苦味とか渋みの原因になるものを取り除くことができます。あとですね変色を防ぐこともできます。そしてですね水にさらすことによって余分なでんぷんを取り除くことができるので揚げた時に焦げにくくなります。なのでまだね外側がカリッと揚がってないのに焦げてしまうっていうことを防ぐことができます。そしてですね揚げ上がりもサクサクっとした食感に仕上げることができます。その後しっかり水分拭き取ってから粉をまんべんなくまぶしてフライパンにまず油を入れずにじゃがいもを入れてください。でじゃがいもがね8割ぐらい浸るぐらい油を入れていただいてそこから火にかけてください。で大体ねトータルで10分ぐらい揚げます。で5分ぐらいを過ぎたら一度ポテトをフライパンの端に寄せてください。で少し空気に触れさせます。それをまた油に戻すことでとてもサクッとした仕上がりになります。なのでねぜひこの方法でやってみてください。あとは表面がサクッとするまで揚げていただければ OK です。で今回はねコンソメで味付けをしてるんですが、これをガーリックパウダーに変えたりとかただの塩に変えたりとか、あとはね和風だしとか入れても美味しいのでいろいろアレンジも楽しめると思います。ポテトを揚げるときは、油を使うのでやけどにだけは注意して揚げるようにしてください。材料は手軽でとても簡単に作ることができます。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日はサクサクホクホクのフライドポテトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。